皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一応名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。いやーびっくりしました。1月30日仕事の休憩中にスマホで X を見ていたら、バンドメイドワールドツアー2026の第1弾日程が上がっているのを発見して、来たーって思って見てみると、日本武道館 2days が目に入って、もう大興奮で仕事中なのを忘れてしまいそうになりました。とほぼ同時にバンドメイドを応援してくださる皆様へ大切なお知らせというメールが来て、何とちょっと不安になりながらリンク先の公式ページを開くと、なんとツアーファイナルの日本武道館での 2days を球児を持って、翌2027年度はバンドメイドが小休止に入るという通知でした。このジェットコースターのような感情の揺さぶりはこれまで経験したことがないほどでした。最初はっていう感じでしたが、よくよく噛み締めて考えているとちょっとほっとしたというか、確かに今年2026年もそうですが、昨年2025年もそうでしたし、多分活動開始以来本当にずっと全力で、全力だけでなく常にパワーアップしながら走り続けてきたんだと思いますし、このまま走り続けるとどこかで限界が来てしまうんではないかと思っていましたので、ここで一旦立ち止まって充電期間を設けるというのは本当に必要なことなんじゃないかと思いました。 X のポストとかで見るおめふ様たちの反応はほぼ全員同じような感じだったと思いますし、みんなそう感じていたのではないかと思います。でも公式の発表ではお給仕はしないだけで、活動自体を完全に休止するということではないようですし、ミサさんのポストだと5人のお給仕を小休止しますと若干意味ありげな言い方でしたので、ひょっとするとソロ活動的なものはあったりするのかなとか、そうだとするとクルッポのライブがあったりしてとか妄想もしてしまいます。あと、みんな同時に結婚して出産まで行けば最高なのにとか言ってる人もいたような気がしますが、確かにアーティストとしてだけでなく、一人の人間、一人の女性としての幸せも味わってほしいとも思ったりします。しかし昨年のアニメタイアップや地上波テレビの露出とかもあって上昇し続けているこのタイミングで小休止を選択した勇気と決断は本当に尊敬できますし、尊重したいですし、心から喝采を送りたいと思いました。2028年に充電完了後のさらに元気になったメイドさんたちに会えることを期待するとともに、今年2026年は全力でメイドさんたちを楽しみたいと思います。ということで気を取り直して、ここからはバンドメイドワールドツアー2026の第1弾発表を見ていきたいと思います。ワールドツアーと言いながらアジア枠で思いっきり日本でやってくれるって予想外の朗報です。とりあえず日本の公演は全てチケットを申し込んでホテルも確保しました。ホテルはどこもめちゃくちゃ高かったですね。デイツアーですが、まずはアジアツアーから開始ということで、3月20日、香港の読めませんがキティウースタジアムトンポーですかね。キャパは1000人くらいみたいです。最後のポーが味わい深いです。私事ですが、この3月20日前後にどうしても外せない日本での予定があり、3月21日の台湾のフェスも含めてここは諦めました。次からが日本となりますが、まずは4月11日の KTZEP 横浜でスタートです。2000人のキャパがありますが、首都圏ということでチケットが取れるのか若干不安なところです。約1ヶ月空けて5月2日に仙台ギグスです。ゴールデンウィーク中ということで交通機関は早めに抑える必要がありそうです。それで5月10日メイドの日に ZEP 羽田ですね。このメイドの日が日曜日ということは嬉しいですが、キャパ約3000人のチケットは争奪戦となりそうです。ここで一旦アジアツアーは終わって、翌6月からヨーロッパツアーです。まず6月3日にドイツ・ベルリンのコロンビアシアターからスタートです。キャパは800人くらいみたいですね。日本からベルリンへの直行便はないようですので、日本から行く場合は乗り継ぎが必要そうです。1日空けて6月5日にフランクフルトのワッチュカップって読むんですかね。そこです。キャパは大きめで1500人くらいみたいです。それで翌日6月6日にミューニック、これはミュンヘンですね。そこのこれも読めないですが、テヒニクムというライブハウス、ここのキャパは750人くらいみたいです。この4日間でのドイツ3公演はかなりハードですね。っていうか3公演もやるってドイツの名手様は嬉しいんじゃないでしょうか。それで2日空けて6月9日にフランス・パリのバタクランというところですね。ここのキャパは1500人となかなか大きいようです。オレンジさんは帰宅されるんでしょうね。1日空けて6月11日にヨーロッパツアーのトリとなるイギリス・ロンドンの O2 アカデミーズ・リントンです。キャパは800人くらいみたいで、ロンドンで800人って大丈夫でしょうか。しかし相変わらずものすごく過酷な海外ツアー日程ですよね。9日間で3カ国5公演です。体調には気をつけてもらいたいです。このヨーロッパツアーにはものすごく行ってみたい気がしているのですが、そもそもキャパが比較的小さいのと、7年も待っているお名手様たちが大勢いるはずですので、日本からチケットを取れるのかという問題もありそうです。
それで次はまたアジアツアーということで、7月12日に札幌ファクトリーホールからスタートです。北海道はいいですよね。絶対行きたいです。翌週末の7月17日は熊本 B9V1 小鳩さんのふるさとです。ここはキャパが600人くらいだったはずですので、チケットが取れるのかという感じですが、平日の金曜日なので可能性はあるかもです。小鳩スペシャルが期待されます。翌日7月18日がゼップ福岡ということで、去年のツアーと同じく熊本から福岡という順番ですが、福岡のライブハウスがドラムロゴスからゼップ福岡へとレベルアップして大きくなりましたね。九州もいい思い出しかありませんので絶対行きたいです。この北海道と九州っていう日本の端と端でアジアツアー第2弾とするって、このチョイスはおしゃれですよね。それでまだ詳細は出ていませんが、10月に北米とメキシコのツアーとなって、11月にツアーファイナルとなるアジアツアーです。まず11月3日文化の日に大阪ナンバー8ですね、唯一の地元開催となりますので、当然絶対チケットゲットしたいです。それでなんといっても日本武道館です。 2days という倍返しでリベンジ来ました。しかも平日ど真ん中とかではなく、金曜日と土曜日ということで、よく武道館を抑えられたなと思いますし、小休止前のツアーファイナル 2days 公演ということで、考えるだけで涙が出てきそうになりますし、会場で泣かない自信が全くありません。しかし武道館リベンジして小休止に入るってめちゃくちゃかっこいいと思いました。さすがは我らがメイドさんたちです。なお今回は第1弾の発表ということで、アジアツアーも名古屋を含む第2弾もあるようですので、小休止前のこの2026年はやっぱり全力でお給仕をやってくれそうです。とにかくサイちゃんがどこかで言っていた通り、喜怒哀楽がぐちゃぐちゃになりましたが、私的にはバンドメイドについていくのみです。メイドさんたちに負けないように、こちらも2026年を全力で楽しみたいと思います。はい、ということで今回は以上です。それではまた次回。